どうも皆さんこんにちは、あきやです。2025年ベストバイ10選やって今年の動画終わりましょう。2025年も最後の動画となりました。今年もね、本当にたくさんの動画をご視聴いただきまして、皆様本当にありがとうございました。僕ね、ガジェット、カメラ、テック系のね、YouTube チャンネルをやってるということで、今年買ってよかった、ベストバイというね、ところを、今回10個ね、用意してきました。で、特にね、このチャンネル、カメラやレンズというところでね、発信をたくさんしてきたと思うんですけれども、カメラのベストバイというのは、前回の動画、ケイスケさんとのね、コラボ動画がありますので、そちらをぜひよかったら見てみてください。で、今回の動画に関しては、僕個人が買ってよかったもので、今回は集めてきています。前回の動画はね、カメラをこう会社で導入するような視点であったりとか、今年出たカメラの中でのベスト5っていうものをね、選んだりはしていたんですけど、この動画はね、いつ出たとかあんまり関係ないし、なんなら僕のね、個人で購入したものをメインにね、ちょっとチョイスしていますので、あんまりね、こう普段のね、会社としてどうのこうのみたいな考えは一旦置いといて、僕個人が感動したもの、良かったものっていうものを中心に取り扱っていきたいなと思っています。そんな感じで、今回はね、1年間を振り返りながら、いろいろとね、懐かしのものであったりとか、あんな動画あったなっていうのも楽しんでいただけると思いますので、ぜひね、最後まで楽しんで見ていただければなと思っております。ということで、それではね、早速やっていきましょう。1個目がですね、これ。みんな気になってたと思うんですけれども、こちらでございます。はい。じゃじゃーん。ライカ M11P というね、サファリカラーのカメラになっています。これね、実はね、まだ実際に動画でちゃんとね、紹介はできていなかったんですけど、ちょっとこれはね、レビューするというカメラでもないし、なかなか動画を作る予定はそんなないんですけど、やっぱね、これは買ってよかったです。はい。すごいね、写真体験がまたより進化しましたね。このカメラはですね、ドイツのね、フランクフルトにいた時にね、ライカさんに呼んでいただいて、本社ツアーにね、行ってきたんですけれども、その時にね、フランクフルト店で購入した、そんなね、思い出の一つにもなっています。レンズはね、50mm のズミルックスがついておりまして、結構新しいレンズなので、最短撮影がね、70センチ以下までいける、40センチまでね、最短撮影寄ることができるような、めちゃくちゃ使いやすいね、レンズをつけております。ライカとハッセルブラッドいろいろと使ってきたんですけど、両方に良さはね、もちろんあって、どっちがいいとか、そういうことを話したいわけでは全然ないんですけれども、やっぱりね、ライカで撮る写真というのは、すごい不便なんですよね。まずね、オートフォーカスも使えず、全部マニュアルでの撮影になりますし、こう、レンジファインダーで覗いて、そこでしっかりとピント合わせてシャッターをね押すというような仕草、このスローな感じのテンポ感と一個一個を貴重にね撮っていくみたいな、そういう撮影体験含めてめちゃくちゃね満足しているカメラになっています。細かなねスペックとか実際のね、この仕様っていうのはね、また後日レビュー動画というかちょっと取り上げる動画作ろうとは思ってはいるので、そちらで紹介していこうと思うんですけど、もうこのライカはね早速日本帰ってきてからはめちゃくちゃ使っていて、それこそね、友人と遊ぶ時とか、日常で出かけるシーンとか、そんな時にねたくさん撮影をしたり楽しんでいるようなものですね。あとはね、最近パリとか、あとまた別でね、ドイツにもまた行ってたんですけど、そういった時にね、プライベートでもすごくね、撮影しているようなカメラで、やっぱね、パリとかヨーロッパの街並みでね、撮るとすごくね、映えますね。僕はライカのね、カメラでこう、アンダー気味にね、写真をこう、編集することが多いんですが、このね、見ていただいている写真たちは全てね、この M11P というね、カメラで撮ったものになっています。で、あと謎にね、インスタでね、ちょっとこう、自撮りしつつの M11 でね、こう構えてるような作例というか作品みたいな自分の好きな写真を載っけたらね、インスタ結構バズりまして、バズったっつってもね、すごい、ビューが伸びたぐらいなんですけど、あれでもね、でもフォロワーさんも300人ぐらい増えたのかな。はい。なんで、ぜひね、よかったらインスタグラムの方もチェックしてみてください。インスタにはね、定期的にこのライカで撮った写真もね、たくさん上げていこうと思ってますので、やっぱり1個目はね、ちょっとこれからスタートしたいなというところで、M11P でした。ということで、次2つ目いきたいと思います。2つ目ちょっと大きいんで、ちょっと待ってくださいね。2つ目は、じゃじゃーん。こちらでございます。はい、ちょっと大きいですよね。僕のね、チャンネルたくさん見てくださった方はわかると思いますが、プリンターです。エプソンのね、PX1V という、プリンターをね、今年購入しまして、ほんまめちゃくちゃ使ってる。もう家とかオフィスとかでね、もう写真をとにかく印刷しまくって、本当にね、これ楽しいんですよ。やっぱり僕たちね、カメラたくさん使うじゃないですか。でね、その撮った写真をさ、こういう風にね、印刷をしていくんですよ。これ全部このね PX1V で撮ったね、はい、印刷をねしたものになってるんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですよね。これは僕の愛犬のテリちゃんとかもこのサイズでもすごく綺麗だし、もうほんまにね、もう数えきれないぐらいの枚数をね、結構もう
実際に印刷をしています。で他にもね、こういうちょっとこうパネルというかボードにねしてみたりとか、このまま壁に貼ってももちろんいいですし、あとはねこんな感じでフレームにね入れたりだとか、はい、これはハッスルブラッドでしおりさんというねバルセロナでちょっとお仕事でモデルさんをしてくれた人なんですけど、めちゃくちゃ結構お気に入りの写真でちょっとフレームに入れてみたりだとか、こういう写真をねアナログで残すということができるのがこの PX1V というものですね。10万円ぐらいで購入できるし、用紙は全然安いんで、レンズ1本我慢すれば全然始められるんで、僕は結構お勧めしたいです。で、この PX1V とかその印刷に関してはもうめちゃくちゃ頑張って作った動画があるんですよ。なあ俊介、めっちゃ頑張ってるなこれ。もっと見てほしくない？結構頑張ったのになんでみんな見てくれないですか？そもそもプリンターの選び方から用紙の違いとかね、あとはおすすめのプリンターもそうだし、あとはどういう風に保存していくか、写真集にするのか、フレームに入れるのかとか、あとはどんなサイズがあるのかとか、まるっと学べるように、学べるって言うとあれやけどね、まとめてるもんね。あれ見てほしいよね。はい。ぜひね、ちょっとこれ気になる方は見てみてください。で、実際にね、僕のオフィスはこんな感じでね、写真をもう壁にペタペタ貼っていたりしておりまして、あとは自宅にもですね、パートナーとか、あと愛犬との思い出の写真もこんな感じでね、めちゃくちゃ貼りまくって楽しんでいるといった形です。マジでおすすめこれ。アナログ良い。はい。ということで、PX1V でした。ということで皆さん続いて3つ目いきましょう。次が、じゃん。はい。iPhone 17 Pro Max でございます。今年はね、僕たちにとって本当に感慨深い年なんですよ。久しぶりにね、7年ぶりぐらいにフルモデルチェンジと言っていいでしょう。このね、バンパー部分が。かなりね、デザインが刷新されて、iPhone のね、この外観っていうのはかなり賛否は分かれましたね。ただ、すごく満足していますし、僕はね、もうこのデザイン、今ではすっかり慣れてきまして、非常にね、満足していて、やっぱり iPhone が大好きだなと感じました。僕はGoogle Pixel であったりとか、Galaxy の Z フリップとかもね、買って、使ったりしていましたけど、やっぱりこのエコシステムの良さ、そして Apple Log がね、使えるというところから、僕はね、結局この iPhone がずっとメインのカメラとして、メインのカメラとか言って、メインのスマホとして使っているといったところです。このね、iPhone に関してはもう今年ね、徹底レビューをお届けしましたね。発売の時に。めちゃくちゃ頑張って、みんなチーム一丸となって作ったものがあるので、それを見ていただければ、もう全て理解してもらえると思うので、あれが全部詰まっているので、まずはね、これを見てほしいんですけど、なんといっても今年はね、この iPhone というものを通して、Apple さんにね、アメリカに呼んでいただいて、Apple イベントを直接見てきたりだとか、あとは Apple CEO のティム・クックさんと、この iPhone を使って、ビデオウォーク、フォトウォークというか、東京の比叡神社をご案内させていただくという、本当にドリームをつかめた、そんなね、1年だったんですけど、そういった思い出もあり、それら全てをね、この iPhone で残しているというところで、ベストバイというかもはやなくてはならないエッセンシャルアイテムというようなものにはなっているんですけれども、このね、iPhone 17 Pro、非常にね、満足度が高いです。僕はね、このメインのところからカメラコントロールボタンに、もうブラックマジックカメラをね、はい、割り当てていて、このラットとかもね、自分のラットをこんな感じで入れていたりするので、いろんなね、カラーで楽しめるようにしていたりね、してて、本当にいつでもね、気軽にサクッと綺麗なね、写真や動画を撮れるようにしているといった形にしていたりします。売り上げというか、シェア率で言うと、iPhone 17の方がね、多分売れてるのかなと思うんですけど、正直ね、全然そっちでいいと思います。プロを選ぶ必要はね、ずっとあるわけではないと思うので、多くの方は17でいいと思うんですけど、僕はね、やっぱ Pro Max の Apple Log 2の対応というところと、あとは望遠レンズをね、使うことによって、よりね、表現が広くなったっていうところで、僕はね、この iPhone 17 Pro が本当に出会えてよかったものになっています。あと、ちなみにね、このクリアケース純正のやつね、めちゃくちゃいいですよ。これね、手触り最高なんですよ。めっちゃくちゃツルツルなんですよね。僕、テック分ケースも使ってたんですけど、テック分ケースね、ちょっと汚れが目立っちゃって。はい。なんで今最近つけてないんですけど、なんでちょっとこのね、クリアケースを今はね、つけているといった形になっていますね。ということで、17 Pro Max でした。ということで、続いていきましょう。次、4つ目が、じゃじゃん。こちらでございます。Apple Hermes。はい、これね、何かというと、バンドでございます。これです。はい。このエルメスバンドですね。めちゃくちゃかっこよくないこれ。これもまた思い出深いものなんですよ。これは15万人突破記念、YouTube の15万人突破記念の時に、ちょっと自分へのご褒美として買ったものになっています。これグラン H というね、バンドになっています。これ調整はできないんですけど、こういう風に、こんな感じでね、はい、取り付けるものになっています。だいぶとね、ガシガシ使っているので、結構ね、よく見ると傷はついてきてはいるんですけれども、この光沢感、高級感で結構重たい
んですよね。で、このずっしりとした感じが、こう、すごくね、身が引き締まるというか、アプローチって結構スポーティーというかカジュアルなイメージあるじゃないですか。でも、このエルメスのグラン H ってめちゃくちゃフォーマルというかさ、スマートでさ、結構カチッとできるんですよね。なんかこう、スタイルが。っていうのが、めっちゃ逆につけてたわ。はい。っていうのがめちゃくちゃね、好きなので、まあ、ジム行くときはね、これつけないんですけど、はい。こういう風にね、普段使っていますね。で、僕はアプローチウルトラ2のこのチタニウムモデルにしておりまして、本来はアプローチエルメスで使うべきかなとは思うんですけど、ウルトラ2にめちゃくちゃ合ってるんですよね。っていうので、僕はね、ちょっとこれを使っています。で、ちなみにこんな感じで開けていくことができて、ここにね、はい、調整のこのパーツが入ってるんですけど、これ時計屋さんでちょっとこれ短くしてもらって、組み替えたものになっています。まあ、1000円ぐらいでやってくれました。全然ね、これは時計屋さんでできると思います。これグラン H というね、モデルですので、まあ何かこう、今年1年のご褒美、ちょっと迷っていた方とか、何かしらのプレゼント、まあ結構ね、高いんですよ。15万円ぐらいするんですよ。だから15万人記念で購入したんですけど、ぜひね、よかったら使ってみてください。で、グラン H ね、結構この太めなんですけど、これもう一個細いバージョンも今出てるっぽいんで、まあそれもね、合う方がいるんじゃないかなと思っております。ということで続いていきましょう。次もですね、ちょっと1個カメラになるんですけど、これですね。はい。パナソニックのTZ99 というね、カメラになっています。これ、フリップします。こんな感じで。これね、めちゃくちゃいいですよ。まず値段が安くて6万円ぐらいで買えるんですけど、これね、僕のパートナーが激気に入って、もうこれもらうねとか言ってたんですけど、僕はね、結構いろんなプロ目線というかカメラを業務でも使うぐらいなんで、これで比べたら絶対 iPhone の方が綺麗なんで、画質を求める方は絶対買わないでください。ただ、画質と言っても綺麗さじゃない画質ってあると思うんですよ。ちょっとレトロというか、いい感じの雰囲気を出せるみたいな、そんなカメラになっています。まあ結構バズったコダックの TZ55 というカメラあるじゃないですか。あれのちゃんとしたカメラ版と思ったらいいんじゃないかなと思います。これでね、撮る写真めちゃくちゃいいんですよ。めっちゃ良くないですかこれ。まあこれもね、フランスのパリに持って行ってたんですけど、まあこれはね、パートナーがすごくね、パシャパシャ撮って遊んでいたりとか、あとはね、やっぱりセルフィーができるというところと、あとすごく推しポイントとしては、これフラッシュですね。フラッシュが光るようなものになってますので、このフラッシュを使って撮影をするとね、よりこうどんなところでも明るくね、ツヤが出て結構漏れるという良さもあったり、でしかもこれね、めっちゃ自撮りに適した画角なんですよね。結構ワイドで2人収めることぐらいは全然できるようになっていますし、一応ね、このコンデジはトラベルズームというね、ところから TZ という名前がある通り、これね、ズーム幅がやばいんですよ。これ、こんな感じで 300mm、720mm かまでいけちゃうみたいな感じになるんですよね。はい。っていうぐらい、ズームにすごく強いカメラになってます。ただまあ、ズームは別にそんな僕はいらなくて、この質感がすごく気に入っていますね。で、あとはね、地味にここ、USB-C ケーブルというところもあって、充電がしやすかったりとか、あとはね、このストラップがついていたりとか、あとカラーバリもね、ホワイトがあるので、これめっちゃいいですよ。うん、本当に大好き。ただ綺麗なね、画質は求めるんじゃなくて、ちょっとこう普段とはね、違う、なんかこう、コンデジカメっぽい写りを、まあ今、最新のカメラでしたいという方。これ多分今年出たカメラなんですよね。っていうところで、すごくね、おすすめです。一応ね、レビュー動画も出していますので、よかったらチェックしてください。はい、ということで続いていきましょう。次が、ちょっと変わったものなんですけど、じゃじゃん。はい、これではなくて、はい、カメラじゃないんですよ。これね、この中に入っているとあるアップグレードキーが最高でしたっていう感じになっています。これね、何かというと、お見せしましょうか。これね、パナソニックのカメラで今 Vlog というね、ログ撮影ができるようになってるんですけど、これ、じゃん。アリログ C3 ですね。これがこの2つできるようになったんですね。まあこれをね、実際に今年購入して、まあインストールしたんですよ。まあつまりはアリログ C3 のライセンスキーですね。これ3万ぐらいだったかな。はい。で買えて、それが郵送で送られてきて、そのピンコードからネットでこうアップグレードソフトウェアを特別にダウンロードして、それをインストールするみたいな。なら、アリログ C3 というカラーで撮ることができます。でこれ何の話かっていうと、今ですね、撮っているカメラ、FX2 というカメラで、こんな感じの S-Log3 というね、撮影をしています。で、この S-Log3 がカラーグレーディングでこういう風な色になっていますと。まあ、こういう色編集をしたいという方には非常に大事なものなんですけど、これではログ撮影ができるカメラが多くあって、でそのログ撮影のログの色、まあ、ガンマカーブっていうのは、その各メーカーが開発した色にまあ基づくんですよ。依存するんですよね。ソニーだったら S-Log、パナソニックだったら Vlog、ニコンだったら N-Log とかあるんですけど、で、このパナソニックのカメラで、アリログ C3 というのが使えるようになる。まあ、優秀
のアップグレードになります。で、このアリのカメラ、アリ 6C3 を搭載したアリのカメラっていうのは、もうハリウッド映画とか、もうネットフリックスとか、もういろんな名だたるね、名作の、映画やドラマとか、そういったものを撮ってるような、そんなね、もう僕たち映像クリエイターとしても手が届かない、本当こう、幻のような、そんな存在なわけです。もう1000万超えとかのカメラ。その色が、アリ社の色。アリログ C3 っていうのが、1個世代前のね、カラーではあるんですが、それがルミックスカメラに入れれると。だから簡単に言ったら、もう1個のカメラで2つのカメラが入ってるような感覚になるんですね。で、実際にね、このアリログ C3 で撮影した映像の美しさがもう半端なくて、結構ね、ビビり散らかしたんですよ。初めて使った時。で、最初はね、レンタルで使っていたんですけど、やっぱこれ絶対使いたいなと思って、GH7 とS1M2 というカメラで、両方ともアップグレードをして、今ね、使っているといった形になります。このアリログ C3 にね、関する動画、出しましたよね、今年。なので、ぜひね、こちらを見てもらえたらと思うんですけれども、やっぱりこのアリのカラーをこういったカメラで楽しめるというところ、そのロマンと、あとアリログ C3 のこの綺麗さっていうところにすごく感動しました。あとはね、今年はこの S1M2 のね、徹底レビュー動画も非常に頑張りましたね。ミュージックビデオを作ったりとか、いろんなね、長い期間を経て、ようやく完成した一大プロジェクトというものがね、今年の、夏の前ぐらいに公開ができたと思うんですけど、これもね、ちょっと覚えている方はね、ぜひ、またもう一回見てくれるとすごく嬉しいなと思っております。はい、というわけで続いていきたいと思うんですけれども、次がですね、キャリーケースになっています。ちょっとここで見せれないんで、ちょっといろいろとインサートをね、挟んでいこうと思うんですけれども、リモアのね、今年キャリーケースを買いました。皆さん、リモアってどんなブランドか知っていますか？これ、ドイツのね、ブランドになるんですけど、今はルイ・ヴィトンの傘下グループになっています。なのでね、結構価格は、やっぱ上がっちゃってるというのがあったりはするんですけど、憧れのリモアを、僕はね、ついに購入しました。ミュンヘンのね、リモアストアで実際にね、ちょっと購入して、ここでもまた免税があって、そう、ライカも免税で30万ぐらい安くなるんですよ。マジで。めちゃくちゃ安いし、あとはやっぱドイツでね、作られているものたちになるので、そもそも関税がないというか、こう日本で買うよりもそもそも定価が安いと。そこから免税でだいたい 15% ぐらい返ってくるというところがあるので、結構ね、海外で買うのがありだと思いますと。で、そんなリモア購入しまして、僕はね、クラシックモデルというね、よくあるものになっているんですが、いや、非常にこれ満足しています。まずデザインがすごくいいし、僕はね、ちょっとアルミの素材のものにしたので、結構頑丈というところで、ちょっと重たいっていうのはあるんですけれども、一生のね、相棒ですから、もうずっとこの先何十年と使っていくキャリーなので、だいぶ高かったですけど、僕結構出張も多いので、今回これを選びました。いや、本当ね、早く買ったらよかったと思いましたよ。僕今年ね、実際渡航先ちょっと数えてみたら、行った国の数は10カ国を超えたんですよ。ドイツとか2回行ったりとか、アメリカも2回行ったかな。普通に今年だけで10カ国、プラス国内行ってますから、結構旅行しまくってるんですよね。旅行っていうか出張やけど、ほとんどが。っていうところで、僕、キャリーケースのね、コマをね、何回も壊したことがあって、コマっていうか、なんていうんやったっけ、あれ。タイヤというか、キャスターや、はい、キャスターを壊して、で、その都度ね、修理出すのがめんどくさいからさ、そのまま買い直してたんですけど、いや、リモアになったらね、もうリモア持ち込んだら修理してくれるというところで、それは別に海外で買っても日本でもやってくれるので、そこがね、本当に今安心材料にもなっています。ちょっとね、側のインサートばっかにはなっていると思うんですけれども、非常にね、満足しているような買い物のうちの一つになっております。ということで、続いていきましょう。次がですね、Notion AI です。はい。これはね、ソフト系になるんですけれども、ちょっとね、見ていきましょう。全然案件じゃないで止めんといてください。めっちゃ今年の年末にね、最近使い始めたというところなんですけど、だいぶ可能性感じています。皆さん、Notion 使っている方どれぐらいいるでしょうか？ Notion のビジネスプランに入ると、この Notion AI っていうのをね、使うことができるようになります。で、実際にね、今回この Notion AI を使った Notion AI のミーティング機能を今使っています。これね、ずっとこの動画をね、撮りながらこれ使っていました。で、ちょっと停止させますね。はい。で、このミーティングが終わったら、今このようにね、停止をさせることによって、このね、Notion AI が今のね、この僕が話していた内容を要約としてまとめていくことができるんです。つまりは、いろんな会議とかを Notion AI が全部自動で聞き取って、それらをまとめて要約をして Notion 上に貼り付けてくれると。はい、こんな感じで出てきました。結構さ、ちゃんと詳しくできてますよね。カメラのベストバイについては、ケースカンさんとのコラボ動画で別途紹介済み言いましたよね、皆さん。ライカM11P サファリカラーまで読め取れています。Epson Pix 1V プリンター。はい。この10選を今、箇条書きにしてきてますよね。めちゃくちゃすごくない？ほら。全然これほんまに忖度ないっす。忖度というか、マジで案件とかじゃない。普通に自分で使ってるものなんですよ、これ。どうですかこれ。めちゃくちゃ良くないですか？この議事録、全部いらなくなりました。で、しかも、この内容を、
例えば対話系でやってた時に、トゥードゥリストって生まれていくじゃないですか。それを最後に各人物のトゥードゥリストもまとめてくれるんですよね。なので最近はね、僕たちビジュアルパークというオンラインショップをやっていて、ここでそのダヴィンチリゾルブのプラグインとかを販売してるんですが、そこでエンジニアチームとね、結構やり取りが重なったりとか、あとは最近ね、採用とかで面談とか、あとはいろんなね、メーカーさんとミーティングがあったりするんですけど、それはもう全部ここに聞かせて、全部要約させてます。で、しかもこれのめちゃくちゃいいのが、会議が始まると、この AI ミーティングノートっていうのが勝手にね、上にこう出てくるんですよ。この辺に。はい。で、それをもう文字起こしするだけで、特にここの音声を聞いてくださいねみたいな、こう指定をする必要もなく、勝手に全部聞いてくれます。なので、Zoom とリンクさせる必要もないし、Google Meet と合わせる必要もなく、すべて僕の声と中で喋ってる人の声を全部ミックスして、聞き取ってくれるという感じになってるんですよね。これやばくないですか？多分 Notion AI 自体は結構いろんなやり方があるんですよ。別にね、要約以外にも結構ね、他にも例えばデータベース作ってもらったりだとか、いろいろとできることはあるので、活用次第で結構いろいろ使うことができるんですけど、ただ料金はね、Notion AI 自体はビジネスプラン以上で、はい、こういう風なものがね、使えるようになるので、結構高いんですよ。しかもメンバーごとなので、僕たちは今ね、チームで Notion 入っていますが、今僕だけにしているので、これが全員となるとね、かなり高いので、だから年間3万とか超えますからね。なんですけど、これはマジでいいです。マジ最高です。はい。なんで、Notion AI ちょっとね、ぜひよかったら使ってみてもらえたらなと思っております。はい、ということで、だいぶと後半戦です。次がこちらでございます。はい、7C2 ですね。これも特にね、今年出たとかじゃ全然ないので、ベストカメラとかね、紹介してなかったんですけど、7C2 はね、僕、今年に購入したので、これがめちゃくちゃ気に入ってるカメラですと。やっぱね、小さいって正義ですね。このサイズで、フルサイズで写真や動画が撮れますから、で3300万画素の画素数とソニーのね、標準的なクオリティのね、内容が入っているようなそんなカメラになっています。この 7C2 ね、最近のアップデートでダイナミックアクティブ手ブレ補正が使えるようになりましたので、手ブレ補正めちゃくちゃ強くなっています。で、あとは7.4で入ってなかった、AI プロセッシングニートも入っているので、オートフォーカスがソニー史上もうナンバーワンと言っても過言ではないぐらいのものが今入っているというところで、かなりね、僕はすごく気に入っているカメラになっています。あとはこのコンパクトさがね、何よりもいいですよね。で、僕がね、この 7C2 でやっぱりこう、ライフスタイルであったりとか、海外旅行行ったりとかで結構いろいろと使っていたりするんですけど、それこそ今年はね、ソニーのクリエイターズバンドルというね、ものを作ってみて、自分で写真や動画のね、編集をより楽にしたいと思ってね、プリセットとラットをソニーカメラ専用設計したものを作ったんですよ。こう、プリセットの方は、ソニーのね、クリエイティブルックっていうものをね、元にしながら、実際にね、僕がいいなと思うようなカラーをね、表現できるような、プリセットパックを展開してみたりとか、ラットに関しては、ログであっても、スタンダードであっても、死熱死熱法とかね、いろんなカラーでも、どれでも使えるようなね、ラットを入れてみたりとか、作ってみたりとか。で、このラットっていうのは全てカメラの中には入りますし、この 7C2 で撮影するという体験はもちろんなんですけど、そこの編集まで全てを一貫して楽しむことができるような、そんなねプロダクトだったなというふうに感じているので、C2 ねだいぶ買うの遅くなってはしまったんですけど、やっぱ改めてね素晴らしいカメラだなと感じていますね。今年のね年末最後はソニー α7 V が出ましたね。僕たちも絶賛今レビュー動画作っていますが、もちろんあっちもすごくいいんですけど、このコンパクトスにはこう勝てない何かがあると思いますし、あとはねやっぱりこう周りもねすごいこの 7C2 買ってる人も多くて、最近ウェディとかさ、あと僕のちょっとね高校時代の知り合いの人が C2、女性のデザイナーさんなんですけど、実際にちょっと僕がいろんなカメラおすすめ聞かれていろいろと話してた C2 買って、でその人もすごい気に入ってるようで嬉しいんですけど、そんなねいろんな人の購入報告も見て、すごくねいろいろと思い手があるようなものになってますね。でこの 7C2 のね動画も改めて出したら10万再生超えてしまって、やっぱみんな好きなんやなと思いましたね。めちゃくちゃいいカメラだなと思いますので、よかったらねチェックしてもらえたらと思います。ということで皆さん、9つ目9個目いきたいなと思うんですけれども、こちらもまたソフトウェアになります。ですいません、最後だけ買ったんじゃなくて作ったものになります。すいません。ただねもう本当にいいのが作れたんですよ。これですね、 YouTube クリエイターバッグ、ごめんなさい、これ本当に良くないの分かってます。ただ作ってよかった売られてたら絶対買うっていうところで、もうベストバイベストメイキングっていうかちょっと改めて知らない方にご紹介させていただけませんか。
はい。YouTube クリエイターパックという、ダヴィンチリゾルブ専用のプラグインを作りました。これは YouTube 編集をよりハイクオリティに、よりハイスピーディーにね、時短させて、より効率化、高品質化させていくような、ダヴィンチリゾルブ専用のプラグインとなっています。僕たち、チームアキアムービーがですね、1年間で10万人の登録者数を増やすことができました。そして、投稿した動画のね、再生数も非常に良くなってきたと思いますし、1日のね、最大で増加した登録者数は今年はなんと2000人超えです。1日で。1日ですよ。iPhone のね、発売周期の期間だったんですけど、結構こう YouTube にのめり込んで、みんなでチーム一丸となって頑張ってきて、でそんな僕たちがこういったものがあったらいいよね。こういった編集ができたらいいよね。こういったものがあったら時短できるよねっていうものを絞り出して、編み出して、そしてエンジニアチームと連携をして作って完成させたものがこの YouTube クリエイターパックになっています。せっかくなんでちょっとだけね、どんなものがあるかだけ紹介できればと思うんですけど、このダヴィンチリゾルブをね、開くと、こういったタイトルやエフェクトジェネレーターというのがあって、ここの中にビジュアルパークというね、はい、中に入っていくと、こういった YouTube クリエイターパックというものとか、メガフォントシャッターパックとか、僕たちのね、プラグインをダウンロードすると、こういう風にね、勝手に全て入ってくるんですけれども、一番のね、目玉機能はやっぱりこれですね、YouTube URL の生成ライト。これを入れていただいて、で、自分のね、何でもいいです。YouTube チャンネル、先ほどからやっていた、この動画ぜひよかったら見てくださいという、この動画ですね。これを一発で作ることができます。例えば、このね、動画の URL を拾って、コピーをして、そして、ここのね、中にペースト、ロードすると、はい、出てくるんですよ。やばくないですか？で、これごと大きさを変えれたりとか、テキストのね、サイズをもちろん変更させていくことができるようになっています。で、これはですね、サイズとか、他のフォーマットも用意していますので、こういう風にね、入れることもできますし、あとはダーク版ですね。要は黒の UI があると思うので、こういったものにしていくこともできますし、あるいはサムネイルだけを取っていくことも可能になっています。はい。これさ、めちゃくちゃ助かりません？ YouTube 編集してる方。これね、API をね、接続させるというちょっと手順がね、あったりはするんですけど、こういったものをね、作っています。他にもこういった YouTube のコメントとかインスタのね、はい、質問箱をね、用意してみたりだとか、あと僕のお気に入りはね、この Apple Intelligence というものを作ったので、Apple Intelligence が起動するような、こんな感じのね、ものを一発で入れることができるようになったりします。このね、ビジュアルパークのオンラインショップの中に、こういう風にね、いろんなプラグインがありまして、このね、YouTube クリエイターパックを見ていただくと、どういったことがね、できるかっていうのは、すべてここにね、入っておりますので、興味ある方はね、ぜひぜひ見ていただければなと思っております。他にもね、今年作ったものはトラッカーパックですね。例えばね、こういう風に iPhone 出して、ここに名前を出して、このままね、トラッキングさせることができたりだとか、僕にね、アイコンをつけてね、このまま追従させることができたりとか、あらゆるトラッキング作業をエディットページの中で完結できるようにしたもの、そういったものも別で作っていたりします。あとはね、メガフォントパックというポップなね、テキストをね、大量にね、インストールすることができるプラグインとか、あとはね、シャッターパックというカメラの IF 情報を自動で展開して、ロードを押すだけで、全てこのデザインがね、自動配列、そして自動読み込みされて、それらをね、組み合わせてデザインをしたり、そのデザインをプリセットと保存して使ったり、あるいは友人と共有したりすることができる。そんなね、結構革命的なね、プラグインたちを作ったんですよ。その中で、このね、YouTube クリエイターパックっていうのが、もう本当に作ってよかったなと思えるようなもので、もし売りに出てたら 100%、120%、いや200%買ってるなというところで、ちょっとね、最後に取り入れさせていただきました。はい、という感じでね、ちょっと自分たちで作ったものを紹介させていただいて、すごく申し訳ないんですけど、本当にめちゃくちゃね、なんか購入者の方が、こんなん作ってくれたって本当にありがとうございますっていう声もいただいてたんで、知らない方がいたら、ちょっと知ってほしいなと思って、紹介をさせていただきました。ということで、皆さん最後になるんですけれども、最後はですね、ちょっとここに持ってくることができません。車です。はい、ということでね、僕のベストバイ2025ナンバーワンはですね、この子です。はい、テスラモデル3でございます。やっぱこれですね、本当に買ってよかった。3月ぐらいにね、今年買ったんですけれども、もうめちゃくちゃ乗ってて、1万キロぐらいまではいかないんですけど、新車購入してから、今8000とか9000キロぐらいですね、走っています。で、僕ランドクルーザーのね、78プラドにも乗っているので、いい感じに走行もね、分散して乗ってはいるんですけど、こっちの方がだいぶとね、乗ってるかなといった形ですかね。僕が購入したのは、モデル3のロングレンジモデルというね、グレードが3つある中の真ん中のモデルで、航続距離がより長く走れるような車、オプションで100万以上ぐらいねプラスになるんですけど、こう僕はね関西にもこれで帰ったりするので、これをね、ひたすら乗りまくってる日々ですね。で、僕ね、しかもねこれ購入した時に充電がね5年間無料のキャンペーン中に買えたんですよ。
このテスラって電気自動車になるので、そもそもね電気で走るなので、ガソリン入れるんじゃなくて充電をして走るという形になるんですが、その充電がテスラのスーパーチャージャー、要はテスラの充電スタンダードで充電すれば5年間全部無料なんですよ。で僕それしかやってないんで今まで燃料代全てタダです。はい、結構激ヤバのキャンペーンで買えたので、どんだけ乗ってもねお金かからないんでここが非常に最高なところですよ。ガソリンだったらね月1万とか全然いくじゃないですか。なのでそういったものが全くかからないという感じですね。ちょっと外観見ていきましょう。サイドから見るとこんな感じですかね。ちょっとねこの後に洗車行こうと思ってるので、若干ね汚れがあるんですけど、リアがこんな感じのね、車になっています。セダンタイプなんでね非常に車高は低いんですけれども、僕のお気に入りは中のね内装のシートが白なのがめちゃくちゃね気に入っていますね。でこのねモデル3のめちゃくちゃいいのが荷物のね積載容量がめちゃくちゃ良くて、ちょっとねだいぶこれね汚れちゃってるんですけど、はい、ここの下にも入るし、ここもねガッて入るし、でなんなら椅子倒せばねもっと入るっていうのでめちゃくちゃ乗りますテスラ。ランクルぐらいはいかないんですけど、もちろんでもね撮影も全然最近これで行ってるぐらいねめちゃくちゃ入りますね。で車内にね乗り込むとこんな感じで、もうとにかく明るいしさ、ここのルーフトップ、はい、ガラス窓になっててめちゃくちゃね視認性もいいし、すごくね気分が高揚します。でハンドルがねこんな感じで、こちらにね大型のタブレットがあって、これでいろんなねマップを見たりとか、シフトチェンジもねこれでできますからねめちゃくちゃ面白くない？はい、でこれでパーキングみたいな感じになっていますね。でこれテスラモデル3で、今はモデル Y というね、要は SUV 型もあるんですけど、それもねたくさん乗らせてもらったんですけど、僕はねスポーツカーっぽいのが今好きで、このねテスラねすごいね運転がパワフルで安定感がすごいんですよ。バッテリーが下に敷かれていて、すごい重心がドシッとしててね、こう全然ブレないんですよね。ハンドルもね重いからすごくねこう1回回すだけでかなりカーブができたりっていうので、非常にね運転がめちゃくちゃ楽しいです。ただですねテスラ乗ってて結構いろんな不満点は割とあるんですよ。それはねちょっと別の動画にね、しようかなと思ってます。例えばねバッテリーの減りがね結構最初分かりにくい。セントリーモードっていうねこう録画をね常に監視していくモード、いろんなねこう危険察知をしてこう録画してくれる機能があるんですけど、それをオンにしてるとめっちゃバッテリー減るんですよ3日間旅行とか行って成田空港とかに止めてたらそれだけで 30% 減るとかマジであるんで、その辺が説明がないからマジでわからないんですよね納車の時にはい、なんかそういうのとか細かなとこめっちゃね結構不満ポイントがいっぱいあるんですよ。でもそれを上回るぐらい非常に僕は好きな車になっています。はい、もう全然それも気にならないぐらいめちゃくちゃね満足している車ですかね。あとはね公式の航続可能距離と実際のね走れる距離の差が結構あるなっていうのもあったりとか、あとはね荷室が結構汚れやすかったりとか、白のねホワイトシートインテリアは全然ね汚れないというのはあるんですけど、はいっていう感じでちょっと言い出したらキリがないぐらいねめちゃくちゃ不満点も結構出てきましたので、それはねちょっとまた別の機会に動画にねしようと思ってます。はい、とはいえね、はい、この僕のテスラちゃんめちゃくちゃ活躍してくれてて、ランドクルーザーをちょっとだいぶと乗らなくなってしまったんですが、はい、これはね非常に買ってよかった、僕のね購入してよかったものランキング第1位になりました。はいっていう感じで、本当にねこれは満足度がすごく高いですね。このテスラに関しても去年とかで結構ねテスラジャパンさんともいろいろと取り組みをさせていただいて、長野県かなにある女神湖の上で表情ドライブとかもねさせていただいたりとか、あとは秋の軽井沢とかでね、撮影にしに行ったりだとか、結構ねテスラ車をね乗らせていただく機会もたくさんあって、もうめちゃくちゃハマっちゃってね購入しちゃいましたね。このテスラって、EV 電気自動車になるんですけれども、東京都と国から補助金が出るんですよ。しかもその補助金が来年からまた値段が上がる、要は増額になるので、結構ね初期手数料めちゃ意外と安いですよ。安くはないけどモデル Y が一番下のレンジで実質300万台乗るみたいなぐらいになってるので、400いかない300後半ぐらいで買うことができるぐらい、東京おすすめの方はねとかなってくるし、何よりもねやっぱ燃料ですよね。ガソリンよりも絶対に安く使うことができるから、維持費っていうところでは非常にね優れているものなので、モデル3ね非常におすすめですよ。めちゃくちゃいい車だと思っております。はい、そんなわけでね最後の10個目がテスラモデル3でございました。はいということで皆さんいかがだったでしょうか。今回はね、今年買ってよかったものベスト10というところでねご紹介をさせていただきました。結構ね、僕個人としていろいろ購入したものたちになっていたと思うんですけれども、なかなかね普段話さないようなものたちが多く取り上げることができ
きたんじゃないかなと思っております。気づけばね、今年も本当にたくさんのね、動画を出すことができたなと思いますし、あとは今年はね、結構本当にいろんな体験ができた年でもありましたね。アップルイベントに行ったり、誰かさんのね、イベントを呼んでいただいたりとか、あとはチームアキアムービーでね、香港に行ってね、ロケをしたり、あとは先日はね、台湾に行ってきてロケをしてきたりとか、あとはね、アップル CEO のティム・クックさんとね、お会いさせていただいたりとか、アップルイベントに参加したりとかね、あとはスペインとかポルトガルにもね、ハッセルブラッドさんとのカメラでコラボで、ね、行ってきたりとかで、本当にいろんなね、貴重な経験をさせていただくことができた、そんな年でした。やっぱりこれもね、一重に皆さんにね、見ていただいて応援していただけてるおかげで、こういった素敵なね、貴重な体験ができて、それらをね、よりコンテンツとしてこうお届けできてるのがすごく嬉しいですし、たくさんね、日頃から本当に応援してくださって皆さん、今年もね、1年間本当にありがとうございました。引き続きね、来年も再来年も僕たちチームアキアムービーはね、めちゃくちゃ頑張っていきたいと思っていますので、今後ともね、何卒よろしくお願いいたします。ということで、この動画がね、役に立ったよかったよって方はぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして僕たちがね、運営しているビジュアルパークというオンラインショップ、きっとね、皆さんの役に立てるプロダクトがたくさんあったりとか、いろんなカメラで撮影したね、無料のね、サンプルデータっていうのもね、ここでたくさん配布していますので、ぜひよかったらね、チェックしていただければなと思っております。ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。